こんにちは。4G 初めから攻略パート18です。前回は村上位の古流級の攻略を進めました。ギルドマスターが言っていた視覚変動が気になるが、とりあえず今回は集会所攻略を進めていこう。で、今回使っていくのはこれですね。A 主体正式巡符会、雷の強属性です。ちょうど雷が効くやつと戦うからね、ラージャン素材で強化できた。で、装飾品をちょっと付け替えてと。砲術師はいりませんからね。属性攻撃プラス2がついた。強属性は属性値命だからね。防御系スキルを維持できるのもありがたいです。武器スロが生きてますね。さて、じゃあ、集会所の7やってくぞ。まずはアカムからですね。竜ほどでないですが、雷がまんべんなく通ります。雷と竜って両方弱点の相手が多いんだけど、だいたい竜の方が効きやすいんだよね。竜の強属性はこの時点で作れないから、雷一択なんだけどさ。それでも、ある程度通ってくれれば、ダメージは期待できます。じゃ、張り切っていってみよう。はい、アカムだよ。早速だけど、猫の長靴術発動させるの忘れたわ。地形ダメージが痛いですね。何気に、溶岩トンはこのクエで初か。読み方は、銅と島、どっちなんだろうか。読み方は攻略本にも載ってないですね。読みはどうでもいいとして、ここはシリーズでも指折りの世紀末マップだよ。古竜と古竜級生物ばっかり出てくるんですよね。アイスボーンの遊興の谷にちょっと近いものがあります。見るからにエネルギーに満ちてる感あるからね。ここに適応できれば力がつくんだろうか。その前に生存競争が厳しすぎる気がしますが、たまに伝説級の生物が出現しますし、だからこそ強大なモンスターばっかりになったんでしょうけど、昔でいうところの決戦場と同じ感じなのかな。あそこは火山地帯の奥っぽい扱いだったが。で、そんな厳しい環境にいるアカムくん、とりあえず雷が通るのは頭と尻尾ですか？あとは破壊後の腹のかなり通るね。強属性と相性がいいモンスだと思う。こいつは思い入れある人も多いんじゃないですかね。セカンド経験者は特に。なんといっても赤無装備の強さだよね。当時耳栓と匠の両立は画期的だった。あえなくセカンド G で弱体化されたが。セカンド G での弱体化といえば波及ですけどね。セカンドが異常すぎたとも言えますが。波及って攻撃、属性値、会心、射撃タイプ、全要素が弱体化されたんだよな。どんだけぶっ飛んだステータスだったんだよ。そのくせ作るのも簡単でしたしね。剣士も弓も赤ムブグだらけでした。本体もあんまり強くなかったしね。ガンチャリで腹ついてたのを思い出すな。そういえばガンスのガード付きも弱体しましたね。アカムの罪がいくらなんでもでかすぎる。ガンスに関してはアカム関係なくガード付きがずるかっただけですが。でも、きっかけにはなってるだろうね。あんだけ露骨に遅くされたらさ。そんな周りの環境に影響を与えまくったアカムですが、サードから普通にガチで強くなりましたね。一番でかいのは振り向き噛みつきの追加かな。怒り時に防御ダウンあるのやばいよね。油断してると、一気にキャンプ送りだよ。フィールドはスリップダメージだらけだし。動きも全体的にテキパキするようになりましたね。ちゃんとした対策が必要です。強属性のチャークは対策の一つだね。防御ダウンを加味してもガード武器と相性いいと思う。数体がでかくて攻撃範囲が広いですからね。一避けよりガードしちゃう方が楽です。肉質は物理が硬くて属性が通りやすいから、超質物販がお手軽に強いよ。さあ、
ここは調出チャンス。雷は尻尾に吸わせたいです。ひるんでるひるんでる。うまく尻尾に当たってくれたかな。尻尾は雷が30も通ります。部位のでかいから瓶が当たりやすいです。こういう超大型のモンスターが出てくると、強属性も楽しくなってくるな。ここまで調出が活かせるのも珍しいよ。強属性は全体的に属性が効いてくれないとなかなか榴弾を超えるのが難しいです。頭だけ通ってもそこに全弾当てるのは現実的でないですからね。最低でも属性肉質15、できれば20は欲しいね。それプラス V がでかいこと。そうなると必然的に後半のモンスター中心になります。汎用的に立ち回るとどうしても榴弾に勝てませんね。おお、またひるみが取れた。効いてるのがわかると楽しいな。ダメージ出してなんぼですからね。有効かそうでないかの見極めが難しいです。とりあえずアカムは正解そうでよかったです。アカム周回はヘビーよく使ってたからな。先行投げて貫通打つだけの作業だったから。あれはあれで楽しいんですけど、アカム戦が上手くなるかと言われると微妙です。腹が壊れた。これで雷の通りが良くなったぞ。破壊後の腹は雷30通りますね。ここは竜よりも効くようになります。これでお祈り調出がやりやすくなるな。強属性は榴弾と違って後半も息切れしないのがいいですね。ずっとひるませれば実質後隙ゼロです。どこぞのカロリー理論みたいだが、こっちは事実そうだからな。ただ腹ばっかり狙ってると V 破壊が全然できないんですよね。上位のアカム素材はあんまり使わないかな。チャークも普通にレギオスの方が強いしね。防具は匠、達人、耳栓がつくのですが、耳栓のポイントだけちょっと少ないんですよね。せめて銅が聴覚保護2だったら倍化装備として輝けたのに。耳栓が欲しいならガルルガエスが強いからね。どうしても匠とは縁遠くなる。素材については必要になってから考えましょうか。おっと、ソニックブラストか。これだけは食らっちゃいけないね。ダメージもそうですが、竜やられがあります。強属性瓶には致命的です。雷弱点は竜属性使いが多いから、できれば竜耐性がある装備を組んでおくといいね。オンガーシュに、ジョーに、アカムですか。確かに竜属性使い多いですね。瓶溜めてたら終わった。なんか閉まらないな。調出で決めたかったですが、とにかくキークエは進みましたね。残るキークエはあと1種。これも雷の強属性瓶が輝くはずだ。ギルドマスターの話も気になります。このまま攻略を進めましょう。さてと、次は、ダレンですね。こいつも雷が弱点です。アカムと同じく、竜と雷が効くんだけど、ダレンは雷が第一弱点だよ。これ結構意外でしたね。これまで強属性で言ってなかったのもありますが。かなり久々だけど、お供も連れてくよ。適当にバリスタなり、大砲を撃ってもらいたい。ダレンについてはデメリットありませんからね。上位で体力も多いですし。まさしく、猫の手も借りたいってやつだね。うまいこと言いますね。じゃ、行きましょう。さーて、初めてレベルで強属性担いだが、どれだけの成果が得られるか楽しみだ。雷は全体的に効きますが、銅だけは 8% しか通りません。銅の判定はでかいので、適当に打たないようにしましょうね。具体的にどこがどうかは把握してないんだけど、腕とか背中の柔らかいところとか、特徴的な部位以外は全部銅判定くらいに考えてるよ。物理が柔らかいところほど、雷もよく通るみたいですね。まずは鉱石を掘ってと、ダレン素材は行った時にしっかり取り切らんとね。チャーク的にはダレン武器がありますからね。属性値はゲネル武器より高いです。攻略中に使えないのがネックだよな。めちゃくちゃ登場遅いわけじゃないんだけど。言うてグラビくらいしか持つ相手いませんからね。同時期に用意できないとあまり意味ありません。防具の方はどうだったっけ？すぐ出てこないってことは使わなかったんだろうけど。上位一式だと今後歌いと抜刀技がつきますね。意外と悪くなかったです。集中さえなんとかできれば、レギオス体験用としては十分でしょうね。耳栓と今後歌いって結構違うしね。今更遅い感はあるけどさ。さて、一発目の調出です。ここは柔らかいので雷も効くはず。ここの肉質ちょいはっきりしないんだけど、多分切断40の雷20に通るね。
それが正しいとすると、かなりダメージ出るはずだ。属性肉質は殴るとよくわかります。通らないといつまで経っても終わりませんからね。さ、2発目も行くぞ。おお、ちゃんと壊れました。これは参照したデータが正しかったようです。これは、この後も期待できそうだな。チャークは、タレンにも相性がいいね。定点攻撃が強い武器種は、超大型に対して有効ですからね。では、お次は腕を壊したいところです。壊さないと、噴出口が殴れません。噴出口の肉質は、切断50の雷20か、十分だな。腕も、雷15通るので、それなりに壊しやすそうですね。上腕口も取っておきたいからね。地味だけど、お供もちゃんと攻撃してるな。偉いぞ。初期装備のままなので、火力はスズメの涙ですが、各種兵器を使ってくれるのがいいですね。体験やチャーク使うとヘイト取られるから、普段はほぼ同行させてないんだが。打連戦は連れ毒だからな。爆弾を置いたそばから起爆してくれました。外さなかったので、これはこれでよし。あれで誰に当たらなかったらことだったが、まあ当たったから何でもいいや。できれば、このターンで腕壊しちゃいたいな。早めに弱点殴れると、明らかに早く終わるからね。ダメージがちゃんと出ていると、激流層当てるまでもなく決戦ステージに移動しますね。榴弾だと、だいたいダメージが足りませんが、強属性はどうでしょうか。瓶溜まったぞ。この調湿で壊せるか。角度も合ってます。これは全瓶ヒットしそう。おお、本当に壊せたぞ。これだけでも武器作った甲斐があった。さすがの火力ですね。このターンでは噴出口は殴れなさそうですが。さて、反対側に来たぞ。こっちも腕壊せるかな。こっちは、登る時間もありそうですね。おお、壊せた壊せた。気分いいなこれ。このまま噴出口まで行けそうですね。ようやく殴れます。まさか、こんなにうまくいくとはな。ノリで武器作ったところあったんだが。いつもは榴弾で駆け抜けてましたしね。動画化するとなると色々寄り道するので、発見があって新鮮ですね。武器が変わると、装備や立ち回りも変わるからね。このゲームは何度やっても味がするな。発売11年目とは思えませんよねほんと。さすがに、11年間ずっとやり続けたわけじゃありませんが。エンドコンテンツに関しては間違いなく最強だからね。取れる選択肢もかなり幅広いし。オンラインサービスが終わったとしても、ゲーム自体は消えないからな。あとは 3DS の寿命次第ですが、ここはソシャゲとかと違う、コンシューマ作品の強みですね。自分にとって思い出のゲームが、プレイすらできなくなる辛さと言ったら。それもあるし、ハマってた最中で、サービス終了の発表が来るパターンもあります。投稿者にとって、MHF がまさにそれでした。プレイ開始2ヶ月後に最終発表を食らいましたからね。MHF な、もともと2013年に始めたんだけど、すぐやめちゃったんだよね。当時のプレイヤーにはおなじみ、よりによって G1 ショックの真っ最中でしたね。あの時はあまりにも MHF が荒れてて、仕事の忙しさもあって切り上げてしまいました。で、2019年になって、ようやく再開できたら、その年に終わりますって言われてな。GR カンスとしてマグスパの秘伝揃えて、さあこれからって時でしたね。そんなタイミングだったから、終了発表と同時にモチベーションがゼロになってね。いずれ終わるってのは、こんなにもやる気に関わるのかと驚いたね。我々は、将来性のないものがあまり好きではありません。これは武器製作に関しても同様です。上位で強化打ち止めとかあるしね。まあ、活躍時期が長けりゃいいんだけどさ。ワールド以降は強化ツリー方式になったから、この辺は分かりやすくていいね。そもそも、上位で打ち止めパターン自体が少なくなりましたしね。さて、激流走ターンは来るかな。結構殴れたと思いますが。お、来なかった。火力だいぶ出てるね。いいですね。これは周回所上位ですが、10分針が狙えそうですよ。事前に、ちゃんと肉質見といてよかったわ。適当に殴っても、こうはいかないしね。どうとそれ以外の見分けがついてませんが、要所要所でしっかり弱点つけてるみたいです。さて、あとは、腹にひたすら調湿だ。腹は雷22でめちゃくちゃ効くからな。ダウンも取れますしね。とにかく動かさないのが重要です。いてて、ダメージはちゃんとでかいな。攻撃力はかなり高いので、そこは注意ですね。しかし、これは腹に攻撃のチャンスだ。
フルヒットを目指すぞ。おお、最後も綺麗に終わりました。この戦闘、だいぶ気分よくいけましたね。斧じゃなく、原爆発部分で決めたっていうのが、芸術点高いよね。ちゃんと10分張りで終わったしな。アカムとダレンの肉質見て、なんとなく強属性を担ぎましたが、正解でした。ほんと、思った以上に活躍してくれたね。さて、これで、7のキークエは全部終わりましたが、例の地殻変動、原因わかりましたかね？割と突然出た話題だから怖くはあるが、とりあえず戻ってギルマスの話を聞いてみよう。さて、結構な急展開。地殻変動の原因はバカでかい固流だったと。MH4 のラスボス、ダラーマデュラです。このままだと、この辺の地域も全滅するので、先見山で止めないといけません。いささか不安ではあるが、これで一応区切りだ。やっていこう。武器は変えまして、榴弾にしています。ぶっちゃけ、立ち回りがかなりあやふやなもんで。多分竜があったら、強属性でも良さそうなんだが、いかんせん作れないんでね。様子見がてら、榴弾でやってみるわ。ダラちゃん、本当に久々ですね。気合い入れていきましょう。さあやってきましょう。まずは脇目も振らず、尻尾を殴りに行くよ。ダラーマデュラには多くの固有素材があるのですが、蛇王竜の美角という素材が特に厄介です。尻尾剥ぎ取り 75% と確率的には悪くないですが、
理覚は、とにかく要求数が多いんだよ。よりによって一番強い総中根によく使うんだよね。ダラコンを作るのに11個も使います。コモン素材と勘違いしてるのでしょうか。で、尻尾は戦闘の前半しか満足に殴れないのよね。まずは尻尾を切ることに集中した方がいいよ。本格的に集めるなら、ハギ取りマスター推奨ですが、これの発動が、また少し面倒です。イベクエ防具使えば楽なんだけどね。イベなしだと、カワハギ樹酸を倍化するのが楽かな。そのカワハギ樹酸には、ダラ素材が必要だけどね。で、初動が終わりまして、実はここからの動きは何が正解か全然わかりません。とりあえず、尻尾が切れるまでは尻尾でいいけど、それ以降は殴れそうな柔らかい部位を適当に殴るよ。弱点は、爪と千羽と頭。これだけは分かっている。問題は、それらがどの位置に来るのか、そしてどこから仕掛けると効率よく殴れるのか。そのあたりがすんごいあやふやなんですよね。本当にノリでやってきたからね。生地クリアできちゃってるから、特に研究したりもせず。編集中、チャークより体験が良かったようなとうっすら思い出しております。今後の周回は体験でやりますかね。毎回何十分もかかるのしんどいからね。これを機に、ダラ戦も勉強しよう。お、しかし、ダウンが取れたようですよ。バラ君はいちいち大げさにダウンしてくれます。肉質も全体的に柔らかいからね。意外と打たれ弱いよなこいつ。尻尾が切れてもないのにぐったりしてる。メンタルにも来てそうだな。大きい犬はよく吠えるって言いますし、体がでかくても心は繊細なのかもしれませんね。実際、方向もよく使うしな。体が大きいのとか結構気にしてそうだよね。そう考えるとちょっと可愛く見えてきましたね。もともとビジュアルはいいですけど。爬虫類好きにはたまらないフォルムだろうね。下チロチロも披露してくれるし。逆に言えば、爬虫類が苦手な人はモンハン全般厳しいでしょうね。鱗が密集してる表現とか、見てられないって人もいるみたいですし。実際、我々のリアルの友人にも昔いたよな。イベルジョを見てるだけで鳥肌立つって人。最近は、グラフィックの進化で精密に描かれるので、鱗がきつい人はいろんなゲームがきつそうですね。ファンタジーよりも世界観ならまだいいけどね。モンハンはリアル思考だからな。それで言うと、雲恐怖症の対策モード実装はかなり画期的でしたね。面白そうだけど見た目で手が出せないって、プレイヤーにしたらもどかしいでしょうしね。猫アレルギーの猫好きみたいなノリかな。確かに辛そうだね。猫と比べるとごつすぎる気はしますが、ま、似たようなもんでしょうね。あ、尻尾切れた。とりあえず第一目標はクリアかな。忘れないうちに剥ぎ取っておきましょう。はい、大敗北と。確率の壁は厚い。そこまで切りづらくないのが救いでしょうか。どの道何回も集めないといけないしね。とりあえず、今はクリアを目指そう。とりあえず瓶を貯めて殴っていきますが、体力が多いので、榴弾はあまり相性良くないです。基本的には、固定ダメージ以外で、攻撃力が高い武器が有利だと思います。あと、空から強制が降ってくるんだけど、これのせいで、チャークは立ち回りづらいね。根質や調質を潰されることが多々ありますね。ダメージ自体も普通に痛いですし。場所もランダムだから、おいそれと手を出しづらいよ。武器選びちょっとミスったかも。まあ、まだわかりません。弱点を地道に殴っていきましょう。せっかくだしここ登るか。下行くと地形ダメージが痛すぎてな。ダラの熱ダメは、長靴術で無効化できません。胸を狙うの大変ですね。胸郭は確保しておきたいんだよね。リベリオン銅に使うからさ。しかし、残念ながら叩き落とされてしまいました。あまり登らない方が良さそうです。また登るの時間かかるんだよな。おまけに、この下もスリップダメージ地帯だし。ダラの体力に目が行きがちだけど、こっちの体力管理も結構シビアだよね。物理攻撃は、もちろん大ダメージですしね。装備も強化しきれてないですし。ラスボスとしては普通に強敵だと思います。と言いながら、勢いでまた登っちゃった。これが U タワーってやつか。U タワーにしては規模がでかいですが、バラ君は乗れませんし。案の定また落とされてるし、何やってんすか。やべえ、普通に下ってる。ちゃんとクリアできるかこれ。その後数分戦いまして、ようやく本体に登れますね。ダラといえば、これのイメージだね。だいぶ長いこと登るんだけどさ。最後まで登ると、腕や千場を攻撃できます。途中で頭に飛び移ることも可能です。来た、これ。
ここは柔らかくて殴ってて楽しいよ。しかし、すぐひるんでしまいました。こうなると、キャンプに戻されてしまいます。今のひるみでタラがダウンしてるんだけど、落下が長いせいで攻撃チャンスがあまり取れないよ。それなら、支給品回収しとくか。あの船場ってひるむと振り落とされますっけ？どうも、G 級や足と混濁します。必要な素材取ったらさようならになりがちだからね。やりながら思い出すしかないな。あ、ここから出現したってことは体力一定以下になりましたかね。これで、さっき全然活かせなかった U タワーが崩壊。実質行けるフィールドが狭くなるよ。今の我々にとっては、逆に選択肢が制限されて分かりやすいけどな。あんま胸張って言うことじゃないですが、確かにその通りです。こうなると、尻尾は基本的に狙えないので、最初に壊しとこうねってことですね。最初に切っとけば、剥ぎ取りも忘れづらいしな。本体の剥ぎ取り回数多いから後回しは NG。終了位置によっては、本体すら剥ぎ取りがギリギリになりますからね。じゃあ巨竜爆弾でも仕掛けまして、割とバカにならないダメージが入るよ。1個あたり固定400ダメージです。オータル G の2倍以上ですね。体に乗った状態じゃないと置けないから、そこだけは注意ね。しかし、あんな転がりそうなフォルムなのによく落っこちませんよね。置くとこに接着剤でも塗ってあるのかね。万一モンスター以外に当たったら大変そうだしな。ちなみに、爆風に当たってもノーダメージです。どういう仕組みなんでしょうか。この世界の爆弾は、どんどん便利になってるしな。あ、今度は壊れたな。またキャンプ送りだ。このロス、もどかしいですね。さあ、20分以上が経過。相手の体力が少なくなって最終局面だね。こうなると、強制と熱ダメだらけで大変です。早く終わらせないと自利品になります。ああ、強制のかけらガチャも外れか。たまに発生する採掘ポイントからも固有素材が出ます。必要数こそ少ないですが、集めるの大変です。で、そのままフィニッシュと、思ってた 1.5 倍くらい大変だったな。クリア時のムービーは見どころがありますが、剥ぎ取りが間に合わないので、さっさと飛ばしましょう。剥ぎ取りは8回だけど、上半身と下半身で4回ずつ分かれてるよ。それぞれで剥ぎ取れる素材が違います。最初は剥ぎ取りポイント迷いがちです。段の上と下で分かれてるのが厄介だね。最初に下半身の剥ぎ取り推奨だよ。あれ、破片取れてましたね。気づいてませんでした。これ、ランダム出現の功績で 50% だからね。いざ集めようとすると大変よ。肝心な総中根に使わないから、ぶっちゃけそんな困らないけど。何にせよ、これでバルバレが潰れる心配はなくなりましたね。そうだね。戻ってギルマスに報告だ。
ほい。というわけで、無事ハンターランクが解放。G 級の昇格試験の案内が届いたね。パート18でようやく G 級が見えましたか。ここからが本番です。次回は、もうちょい上位をやりつつ、G 級昇格試験にチャレンジしていくよ。じゃ、今パートはここで区切りますか。タラちゃん結構苦戦しちゃったな。にしても、解放時のランクは38ですか。なんか中途半端になりましたね。めちゃくちゃ寄り道したわけでもないしね。まだ上位コンテンツはたくさんあるけど、あんまり上位に長居するつもりはないよ。全要素解放するには微妙なランクですしね。最低限準備をしたら G 級に行きましょう。そういうわけで、次回以降もお楽しみにしてもらえればと。ほいじゃ、次の動画で。またね。